おはようございます。原田です。本日風がとても強いためナレーションで失礼いたします。正面に見えます巻小屋、私が先日作ったものでございます。その巻小屋に何やら異変が、昨日何気なく正面から見た時に気づいたのですが、ドン、ここ土台がずれております。そして裏の方を見てみると、この子は余った廃材パレットで作った箱です。かわいい。裏の方を見てみると、おやおや、土台がずれているのが確認できます。重さに耐えられなくなってビスが折れちゃってるんですね。あちゃー。さあ、こういう場合どうしましょうかって話になります。どうしましょうも何も直すしかないよね、これね。ということで今回は壊れてしまった巻小屋を補強しようの回です。原田ハウス。いやらかしました今回。最初から強度に少し問題があるって自分で分かってたんですけどね、無視してそのまま完成させちゃったんですよ。したらやはりこんなことに二度手間、最初にやっとけってことやらないからこうなっちゃうんだよ。そんな二度手間の原田はとりあえず薪を全てどかさないことには始まらないので、ひたすらこの子をとりあえず取り除きます。これ実際かなりやらかしてますよね。だって先週くらいだよ作ったの。もうぶっ壊れてるそういえば先週車もぶっ壊れたんすよ。ぶっ壊れてばっかだな。なんか次何ぶっ壊れんだろうな。家かな。家は嫌だな、壊れたら。なんかそんなことを言うと巻小屋なら壊れてもいいみたいなトーンに聞こえるよね。けどそんなことはない。少しショック受けてます。でもね、少し。だってこの土台がずれてるの発見した時まず笑ったからね。やっぱりなったかー、バカバカーってなったから。そして今はあんまり笑ってません。今度は真面目に直さなきゃいけないっていう段階に来てるからな。実際この巻きどかすっていう行為がもうめんどくさすぎるよ。全て原田のせいです。これはようやくどかし終わった。結構時間かかったし、もうクタクタ。小屋直し終わったらまたこの薪全部戻さなきゃいけないんだよ。何してんのって感じだよね。ちょっともう一回状況を確認すると、ここの部分完全にずれてるもんね。やっぱビスだけじゃ耐えらんないんすね。そりゃそうか。薪多分相当な重さだからね。何トンとかだよ多分。何トンとかもうわけわかんないもんね。もう象とかでしょ。象乗ったらこうなんだな、これな。象か。象が乗ったんならしょうがないな。軽めの象でよかったよな、じゃあ。冗談はこれくらいにして直します。まずは、当然のごとくこの張った床剥がさないとだよね。マジ何やってんだこいつ。こないだ作ったばっかの床また剥がしてるからねそんなこと言ってもしょうがないので、どう補強するかね。でシンプルに思いついたのが、コンクリートブロックをこの土台の真ん中にかませる。それてかもうそれだけでもう十分なんじゃないかって思ってる。でもどうやって今からかませるこれ。とりあえず掘ってみる。土台の高さは変わらないから、コンクリートブロックをかませるにはちょっと掘らないといけないんだよ。でもこれじゃかまないじゃんって今気づいた。で結局土台外さないとダメなことに気づいたんで、分解。ほらビス折れてる。全部外して土台がしっかりコンクリートブロックの上に乗るように設置。水平も取った。同じ要領で床を一旦剥がし、全ての土台の下にコンクリートブロックをかませる。まずはそれ。それが相当だるいんだけどね。水平水平、これでよし。いやしかしめんどくさい。
まず作ったやつバラすのが一番めんどくさい。多分作るよりバラす方がめんどくさいんじゃない？最初からコンクリートブロックかましてたらこんなことにもならなかったろうに。だいたいなんかやらかしちゃった時ってたらればっちゃうよね。過去のたらればほど無意味なことはないよ。もしこのコンクリートブロックかましてたらなんて僕は一切思ってませんから。半分終わった。ほらもう間違いなくこれあったら大丈夫だったっしょ。これあったらまたたら。とりあえず同じようにこの一番ひどいとこ直そうか。はい、そして数分後、すべての土台の下にコンクリートブロックかませ終わりました。いや大変だった。多分これで大丈夫だと思うのですが、念のためこのなんていうんですか、このなんか何これ、これです。これをつけときます。とりあえずすべてのジョイント部分にこれをつけときます。そしてドン、装着完了。こんな感じね。でもね、ここつけれなかったな。ちょっとこういうとこもね。でもね、一応こういうのかませてある。これで大丈夫でしょうね。こういうところもかませてるから落ちないようにね。疲れちゃったんで今日はここまでですね。明日全部元通りにする。それではまた明日。原田ハウス。おはようございます原田です。今日は喋ります。昨日はね、鬼風だったんで一言も喋らないでただひたすら直しました。どう思いますか？これでもう大丈夫じゃないと僕は思ってるんですよ。カメラが下がっている。でも負けないぞそうで、これでこの板を張り直してですね、様子見るって感じでいいと思う。どう思う？もうちょっと強化が必要なんかもっとかませた方がいいかな。大丈夫だろうこれでって僕は思ってるんですけど、どうですか？やっちゃうよ。また後悔する。2度手間どこじゃない3度手間になったらどうしよう。大丈夫だろう。てか下がってっからカメラこうやって僕も移動してるね。はい、もう止めます。これで多分大丈夫だろう。それでは本日も参ります。はい、私これから釘を抜き、そして外した板をまた打ち付けていくっていう相当地道な作業。バカでしょマジでこうなる気がしてたからね。ちょっと強度に問題がありそうって思ってんだから最初からやれよな。これでダメだったらもういいかな。そのまま壊れたままにしとこうかなって。いや大丈夫でしょと信じるよ俺は。なんで抜いてつけるっていうマジ意味わかんだりーことやっていくから今から。とまあこんな地味な作業をひたすらやっていくのでスキップしていいいきなり相当時間かかるぞ。やっぱね、ここだけ2箇所だけちょっと心配なんだよな。いっかよし、全部抜いた。二度手間。ようやく終わりが見えてまいりました。
これ打ちつけたら一応元に戻ったことになるよね。さささと仕留めます。ラストスパート。もうこれは板を先に並べてひたすらに釘を打つ。もう後戻りはできない。後戻りする気はない。だからもう落ちないでね。きた。最後の一本すごくないですか。ちゃんとぴったり、釘の無駄が一つもなかった。はい、元へ戻ったこれでダメだったらもうダメっす。僕はもう巻き小屋を一生作りませんはい、ちょっと休憩して出した薪全部戻す。それです。 Around the house. ういっす。休憩終了いたしました。今からこの薪たちを全部戻します。もう大丈夫だろう。大丈夫と信じる。どれくらいかかるんだろう、わかんないですけど一気にやっちゃいます。バイです。上の方から近いとこから疲れた。もう気合い入れるか。フリース着てるからね。てかまだ8月なのにもうフリース着て家こたつどうなってんの。夏終わった。早すぎでしょ夏終わんの。よし、本気モード。原田本気モード。無職41歳二度手間の刑。はい、1列終わった。30分以上かかってる。とりあえずひたすら積むっす。ニコ手伝い。え、なんで。I don't know. ワッフルを2つ焼いてあげたのにワッフルを2つ分働け。よし、ひたすら並べていくんだ。 Like this? おう、僕らの暖を取るためにいっ Robux or sheep? ぱい手伝ったらローバックスも夢じゃない。やるぞ。ニコくんと2人での巻き積み作業が始まりました。まあ当たり前ですけど、こういう作業は1人より2人の方がいいに決まってますからね。何してんのニコすぐ飽きて手伝わなくなった。まあ分かってたけどね。そもそもこれは僕のせいですからね。子供の手を借りるなんて。しょうがない、一人でやるかと諦めてたらニコくんの友達が登場してですね、なぜか2人とも僕の手伝いを。別にこれ僕が強制してるわけじゃないですからね。勝手に子供がやりだしてるから。1人より2人、2人より3人ですよ。まあ、すぐどっか遊び行っちゃったけど、だいぶ助かったね。巻き積み作業にも終わりが見えてきた。遠くにある薪を放り投げて近づける。そしてこのままラストスパートへ。でも大事なところでカメラのバッテリーが切れていた。ほら、スキップしちゃった。ラストピース。ドン。終わった。ようやく全部積み終わりました。こうやって入れてみるとまだ結構スペースあったんですね。フルではなかった。さあこれで床どうなるのか楽しみっすね。下
今んとこ大丈夫そりゃそうか。これでダメだったら相当ショックだけど。いやー、アホみたいなことしましたよ。これぞ二度手間。まあいい教訓にはなりましたね。ちゃんと強度を考えないといけないっていう。これでも多分まだちょっと弱いと思うけど、まあ大丈夫でしょうまあキッズもねちょっと途中なんか手伝ってくれたから結構スムーズだった。よかった。これでまた様子見ます。ということで原田の二度手間巻き小屋修復の回終了。それではまた次のプロジェクトでお会いしましょう。失礼します。やっぱこの巻きの感じいいよな。かわいい。